ヘベレケ、白雪姫いやなんですか急に。ゆかりが前に赤ずきんやってたじゃない？私も何かやりたいなって。はぁ、それはいいと思うんですが。別にいいんだよ、参加したい分には。けどな、これ私のシリーズだかんな。有志からもらった台本に私の登場がなくても、私のシリーズだかんね。あらあら。かわいい子にさん、私も参加していいかしら？気をつけて、ゆり子様、すでに結構酔っ払ってるから。めっちゃ唇奪ってくるじゃん。用途キスマになるタイプか。ほろ酔い程度なら大丈夫なんだけどね。泥酔するとハメ外しちゃうというか、気に入った子を布団ではめちゃうというか。そんな酔ったらやべえタイプの女と一緒に企画したくないな。スイカのシリーズって言うけど、そんな活躍というか、目立ってないわよね。それは言わないで。で、今日は白雪姫やるんだっけ？白雪姫よ。よくそんなの知ってるわね。年齢詐称してる？周りにいる連中が古いと、若くても古い世代のものを知ってるようになるもんなのよ。ところで、白雪姫ってどんなお話？白雪姫は美しさをめぐる争い、善悪の対立のお話よ。家庭は省くけど、白雪姫がその美しさに嫉妬した警母の毒リンゴによって眠らされ、王子様のキスで目覚め幸せになるお話よ。私、その話あんまり好きじゃないんだよな。あら、どうして？眠った姫にキスする王子って、なんか嫌じゃないか？グリム童話版だとキスはないけどガラスの棺で死んだように眠った白雪姫を譲ってほしいなんて頼む王子だぜ。そんな奴と結婚とか普通に嫌だろ。この子ったら、ひねくれてるわね。マリサ、イケメンなら多少は許されることってあるものよ。いやイケメンでも限度があるだろ。白雪姫っていろんなパターンがあるんだっけか。どれでやる？そりゃあもちろん、キスするやつ。主役はヨウムにやってもらうわ。私ですか？この子泥酔したらちゃんとお芝居やれないわよ。ヘベレケ桃太郎も結局最後までやれなかったの知らないの？そこはなんとかしてちょうだい。飲ませすぎずほろ酔いで止めるとか。ヘベレケじゃないと参加できません。仕方ないわね。じゃあなんとか周りで支えながら頑張りましょう。私は警母の役をやるわね。やりたがってた割に主役はやらないのな。ヨウムがお芝居頑張ってるとこを企画で見たいなって。お母さんかよ。そのために王子様役のウサギちゃんも招待したんだから、白雪姫がヨウムなのは譲らないわ。それじゃ、お酒飲みながら残りの配役も決めていこっか。昔々、あるところに王様と美しいお妃様がいました。二人の間に授かった美しい姫は白雪姫と名付けられ、何これ、名前が白雪姫なら、白雪姫姫って呼ばなきゃダメってこと？細かいことは一個なしよ。あれ、ゼミリアいたの？呼ばれたのよ、ツッコミしてくれって。ツッコミのためだけに呼ばれるって、まあいいけど、白雪姫が生まれましたが、我が生涯に一片の悔いなし、間もなくお妃はなくなってしまいます。悔いなしのくだりいる？その後、新たに迎えられたお妃様は美しいことが自慢でした。鏡よ鏡、鏡んちゃん。何この鏡子は？この国で一番美しいのは誰？それは生まれてから1400年以上も見た目が変わらない年齢詐欺のお妃様です。いくつになっても老けないエッチなお姉さんってとってもいいと思わない？自分でエッチって言っちゃうんだ。私だったら自分だけ置いていくっていう時間の流れの違いに寂しくなるわ。老けない女が好きだなんて考えは肉欲の権下だけよ。レイムったら意外とピュアね。可愛い、チューしたくなっちゃう。少しは自重しろインランピンクが。白雪姫が7歳になったある日、お妃様はいつものように鏡に問いました。鏡ちゃんはピーマン好き？人参食べれる？納豆にはネギ入れる方？うちの豊城。好きそうだから早く進めてくれ。この国で一番美しいヨウムは誰？ヨウム一択じゃねえか。ヨウムだぜ。やっぱり？私もそう思うわ。いやせめて美しさに嫉妬しろよ。平和なお話で終わっちゃうじゃないのよ。ヨウムを殺さないと。いや老変しすぎだろ情緒不安定か。怒り狂ったお妃様は白雪姫を森で殺すように家来に命じます。やっははは、お散歩楽しいね。ご主人様、こんなところにいたんですね。小笠はずっと待ってました。小笠、出番よ。あれ？ご主人様は？この子、弱しと不憫な幻覚見るからこの企画に出すのやめてあげましょうよ。なんだっけ？あんな可愛らしい姫を殺すなんて私にはできない。準備バッチリじゃねえか。驚け家来は愛らしい白雪姫をどうしても殺すことができず、逃がしてやりました。逃がしたんじゃなくて逃げられたんだろ。森をさまよっていた白雪姫は小屋にたどり着きます。ずっと歩いていたから疲れちゃった。あの小屋でちょっと休ませてもらおう。にゃはは、お邪魔しました。どっち捕まえろー。晩飯が逃げるぞ。頭からしゃぶり尽くしてやるっしょー。ベロベロ舐めたい。白雪姫を大好きになった小人たちは一緒に暮らし始めます。コースラと一緒とか地獄だろ。白雪姫が死んだと思ったお妃様は鏡にいつものように問いかけました。あらあら、大丈夫？私のお布団というか私を布団にして休む？マジできつそうだから誘ってないでさっさと進めてやれ。この国で一番美しい親子は誰？ちゃんと問いかけろや。それは私と美馬様だぜ。お前本当に美馬大好きだな。様をつけろやでこすけ野郎。笑うじゃねえよ。そこは私とヨウムでしょ。美味しいわねこれおかわりちょうだい。バクリンをお前が食うなよ。お妃様は物売りのおばあさんに姿を変えて小人の家を訪ねました。開けろ、デトロイド警察だ。普通に訪ねるってことを知らんのか。入ってます。トイレか。リンゴはいらんかね？リンゴ欲しい。リンゴ
後よ、ちゃんとしたのは用意できなかったというか。食べちゃったんですよね。だってお腹空いてたんだもん。いやでもこれは、食べないと話が進まないわよ。さすがに酔ってる時にこれは。いや、ですから。こういう時のゆゆ子の無言の圧力怖いよな。私らが食べるわけじゃないからいいんじゃない？もう言ったらある日、隣国の王子が森で迷いさまよっていました。どこかからヨウムの匂いがするわ。ムラムラする。興奮するな発情ウサギ、今回下ネタ多すぎだろ。死んでいる白雪姫を見て悲しんだ小人たちは、彼女を棺に寝かせました。どう食べる？唐揚げ、丸焼き、踊り食いしたかった。自分も悲しんでねえだろこいつら。王子は姫を目覚めさせるためにキスをします。ちょっと待って。お口ゆすぎたいんだけど、お酒臭いし、さっきダークマターも食べたから。ムチュ。好き、大好き。ムチュチュ。おい、いつまでキスしてんのよ。もう10分くらい経ったわよ。このまま放置したら追っ始めそうだよな。眠ってる白雪姫を襲う王子って、イケメンでもアウトだよ。はひゅ。なんと、王子様のキスで白雪姫が目覚めました。生き返った、踊り食い。うっふー、白雪姫はいないし、この国で一番美しいのはこの私ね。鏡よ鏡さん、この国で一番美しいのは誰？それはこれから小人に食われるお妃様です。え？お母様もおいでよ。突然のホラー展開やね。こうして姫を殺そうとしたお妃様は小人に食べられてしまいました。もはや小人じゃねえけどな。姫と王子様は小人のお腹の中で結ばれ、いつまでも幸せに暮らしましたとさ。踊り食い最高。完全にバッドエンドじゃねえか。あら？おかしいわね。もらった台本を少しいじくるつもりが全く別物になってしまったわ。あんなめちゃくちゃな展開にしておいて台本に沿うつもりあったんだ。つうか、この物語の教訓何よ。確か、移ろいゆくものに執着する愚かしさ、学ぼうとしない無知の愚かしさなんかが挙げられるわね。美しさなんて、時の流れによって変化するものでしょ？そんなものに執着するのは馬鹿げてる。姫は姫で命を狙われていると知っていながら自分の行動を改善しなかった。現代社会でも言えるけど、悪党がいる以上リスクヘッジは大事よ。困難の先に幸せがあるって教訓もあるわよね。今回のバッドエンドみたいのじゃなくて悪がしっかり断罪されるのが見たかったな。ほら、グリム童話のお妃への赤い靴とか。真っ赤に焼けた鉄の靴を履かされて死ぬまで踊らされたやつ？そんなもん動画にできないでしょ。今日は楽しかったわ。また誰か私たちで台本書いてくれないかしら。台本通りやらないくせによく言うよ。オプチャのノートに書かれた台本と見比べたら完全に別物になってるけど、何もないところから台本作るより何倍も楽だからまた機会があったらお願いしたいわね。レイゼン、今日は止まる？続きしよう。いつまでイチャついてんのよ発情期ども。